レッスン1、時間管理。こんにちはアンナ。こっちも同じ。最近、スケジュールを守るのに苦労している。あなたはどう？こんにちは、ジョン。共感できるよ。時間管理は難しい場合があります。特に、やりくりしなければならないタスクが多い場合はなおさら絶です。対に、気が散りやすく、時間を最大限に活用できないことに気づきます。私を助けてくれた戦略の一つは、毎日の明確な目標を設定し、タスクに優先順位をつけることです。それは良いアプローチです。集中して整理された状態を保つために、具体的な目標を設定してみるべきです。もう一つの便利なテクニックは、大きなタスクをより小さく管理しやすいタスクに分割することです。それは理にかなっています。タスクを小さなステップに分割することで、負担が軽減されます。はい。小さなタスクを一つずつ完了するたびに、進歩感が得られます。絶対にやってみます。時間管理を良くするためのヒントは他にありますか？私にとって有効なことの一つは、プランナーまたはデジタルカレンダーを使用してアクティビティをスケジュールすることです。それは良い提案です。自分のスケジュールを視覚的に表現しておくと、順調に進むのに役立ちます。さらに、休憩やセルフケアに時間を割くことも重要です。生産性の維持に役立ちます。そうだね。休憩を取るのを忘れがちで、長い目で見れば生産性に影響が出てしまう。仕事と休息のバランスを見つけることが全てであることを忘れないでください。休憩を取ることは実際に効率を高めることができます。それを心に留めておくよ。セルフケアの重要性を見落としがちだ。絶対に。全体的な健康と効果的な時間管理には、自分自身を大切にすることが不可欠です。これらのヒントを共有していただきありがとうございます。あなたの洞察に感謝します。どういたしまして。手伝えてよかった。良い時間管理を実践するには時間と労力がかかることを忘れないでください。わかりました。これらの戦略を実行し始め、より良い時間管理に向けて取り組みます。素晴らしい。一貫した練習をすれば、効果的な時間管理が向上すると確信しています。ありがとうございます。ご支援に感謝しています。より良い時間管理と生産性の向上を目指しましょう。レッスン2、アウトソーシングに関する考慮事項。こんにちはアンナ。私は最近いくつかの業界誌を読んでいます。一部のタスクをアウトソーシングすることを検討すべきでしょうか？こんにちは、ジョン。それは面白いアイデアです。特定のタスクをアウトソーシングすることには利点があります。どのタスクを考えていますか？さて、カスタマーサポートを専門のコールセンターにアウトソーシングすることを考えていました。それはいい考えかもしれない。これにより、質の高い顧客サービスを確保しながら、コアビジネスにもっと集中できるようになります。はい。長期的にはコスト削減にも役立つかもしれません。さまざまなアウトソーシングオプションを検討し、価格を比較することができました。絶対に。徹底的な調査を行い、私たちのニーズに合った信頼できるアウトソーシングパートナーを見つけることが重要です。
まず、いくつかのアウトソーシング企業に連絡し、提案を依頼して何ができるかを確認することから始めることができます。それはいい計画だ。彼らのサービス、専門知識、価格を評価して、情報に基づいた決定を下すことができます。アウトソーシングのもう一つの利点は、社内にはないような専門的なスキルやリソースにアクセスできることです。それは本当です。私たちはビジネスの特定の分野を専門とする専門家の専門知識を活用できます。また、繁忙期や追加のサポートが必要な時に、より簡単に事業を拡大できるようになります。その柔軟性は当社のビジネスにとって大きな利点となります。私たちは変化する需要により効率的に適応できます。ただし、通信やデータセキュリティなど、アウトソーシングの潜在的な課題も考慮する必要があります。絶対に。チームとアウトソーシングパートナーとの間で明確かつ効果的なコミュニケーションが取れるようにする必要があります。また、適切なデータ保護対策を確立し、機密情報が安全に取り扱われるようにする必要があります。私も同感です。私たちの利益を守り、守秘義務を守るためには、適切な契約や合意を結ぶことが重要です。全体として、アウトソーシングは私たちのビジネスにとって戦略的な動きになり得ますが、決定を下す前に長所と短所を比較検討する必要があります。間違いなく。潜在的な利益をリスクと照らし合わせて評価し、アウトソーシングが目標に沿っていることを確認することが重要です。これについて話し合えてよかったです。これにより、アウトソーシングの可能性と考慮事項について、より明確な視点が得られました。議論に貢献できて嬉しいです。引き続きこのトピックについてさらに探求し、情報に基づいた決定をしていきましょう。絶対に、より多くの情報を集めて、長期的に見て私たちのビジネスに利益をもたらすような、よく考えられた選択をしましょう。レッスン3、旅行先。アンナさん、こんにちは。旅行先を調べているので、アドバイスが必要です。手伝ってくれる？こんにちは、ジョン。もちろん、喜んでお手伝いします。どの目的地を検討していますか？ハロン湾とホイアンについて素晴らしいことを聞いたことがあります。どちらもベトナムにあり、必ず訪れるべきリストに加えようと思っています。ああ、それらは素晴らしい選択肢です。完全に同感です。ハロン湾は美しい石灰岩の島々とエメラルド色の海で知られています。それがまさに私の注意を引いたものです。私が見た写真は息を飲むほどだ。その美しさを直接目の当たりにするのが待ちきれません。がっかりすることはないでしょう。ハロン湾ではカヤックやボートツアーなど魅惑的な風景を探索できる様々なアクティビティを楽しめます。カヤックやボートツアーはハロン湾の自然の驚異に浸る素晴らしい方法のように思えます。絶対に試してみます。また、有名なソンソット洞窟など近くの洞窟も忘れずに訪れてください。それらは発見されるのを待っている隠れた宝物のようです。洞窟も必ず探検してみます。それは私の旅に冒険の要素を加えるでしょう。さて、ホイアンについて話しましょう。ホイアンは保存状態の良い古代建築と活気に満ちたランタンフェスティバルで知られる魅力的な町です。歴史と文化の組み合わせが私をホイアンに引きつけます。
街を歩き回って、その雰囲気に浸れるのはワクワクします。町のシンボルである日本屋根付き橋をぜひ訪れてください。日本建築の美しい例であり、歴史的にも意義があります。日本の屋根付き橋は間違いなく私のリストに載っています。私はさまざまな文化やその建築の影響について学ぶことを楽しんでいます。ホイアンには数多くのテーラーショップもあります。オーダーメイドの服で有名です。あなただけのユニークな作品を作ってもらうことができます。それは魅力的だ。オーダーメイドの服があると、旅の特別なお土産になると思います。テーラーショップは必ずチェックします。素晴らしい。ベトナムは美しい国で、たくさんの魅力があります。ハロン湾とホイアンは、その豊かな文化遺産のほんの一部に過ぎません。すべてを体験するのが待ちきれません。推薦していただきありがとうございます。あなたの洞察は私の旅行計画を形作る上で非常に貴重です。どういたしまして。手伝えてよかった。地元の料理を楽しみ、フレンドリーなベトナムの人々と交流することを忘れないでください。絶対に、地元の食べ物を試したり、地元の人と交流したりすることは、私の旅行体験に欠かせないものです。ご協力に感謝します。レッスン4、秘密を守る。アンナさん、こんにちは。守るのが難しい秘密を守らなければならなかったことはありますか？こんにちは、ジョン。ああ、間違いない。秘密をこぼさないように唇を密封しなきゃいけない時があった。大変なこともありますよね。どうやって秘密を漏らさずに守るの？私が役立つと思うアプローチの一つは、信頼の重要性と秘密を明かすことの結果を思い出すことです。それは良い点です。信頼の重要性を強調することは、私たちが秘密を守ることへの決意を保つのに役立ちます。絶対に。また、誤って秘密が浮かび上がるような状況や会話は避けるようにしています。それは賢い戦略です。潜在的な引き金を避けることで、うっかり秘密を明かしてしまう可能性を減らすことができます。私がしているもう一つのことは、誰かが秘密の話題に近づきすぎたら、会話をそらすことです。それは賢い戦術だ。会話をリダイレクトすることで、失敗を防ぎ、秘密を守ることができます。さらに、私は親友を賢く選びます。私は完全に信頼でき、秘密を守ることができると分かっている人とだけ秘密を共有します。信頼できる個人を選ぶことは非常に重要です。秘密を間違った人と共有すると、意図しない漏洩につながる可能性があります。まさに、信頼する相手の信頼性と裁量を評価することは必要不可欠です。秘密を他の人に教えたいという誘惑に抵抗するために使っているテクニックはありますか？はい、潜在的な悪影響と、それが私に秘密を託した人に与える可能性のある影響を思い出します。それは素晴らしい点です。秘密を明かすことで生じる可能性のある危害を考慮することは、誘惑に抵抗するのに役立ちます。また、秘密を守ることは、個人としての誠実さと信頼を示すものであることを覚えておくことも重要です。
私も同感です。機密情報に関して信頼できる人物として知られていることは、維持すべき貴重な評判です。間違いなく。信頼はあらゆる関係の基本的な側面であり、その信頼を維持するには、秘密を守るという約束を守る必要があります。秘密を守るには規律と強い責任感が必要であることは明らかです。絶対に。時間をかけて身につけ、強化できるスキルです。洞察を共有していただきありがとうございます。秘密を守るためのさまざまな戦略について学ぶことができて助かりました。レッスン5、旅行計画。アンナさん、こんにちは。次の旅行について考えていました。何も見逃さないように旅程を計画すべきだ。こんにちは、ジョン。それはいい考えだ。人気のある観光名所と人里離れた名所を組み合わせて含めることもできます。間違いなく、まず、目的地の必見の名所やランドマークを調査することから始めるべきです。はい。また、訪問中に開催される特別なイベントやフェスティバルを確認することもできます。現地の文化を体験できたらいいですね。それは良い点です。ユニークな文化体験を見逃したくありません。それらを旅程に載せるべきだ。絶対に。それぞれのアクティビティやアトラクションに十分な時間を割り当てることも重要です。急いでいるようなことはしたくありません。正しい。美術館やその他の興味のある場所の営業時間を考慮して、それに応じてスケジュールを計画する必要があります。もう一つ覚えておくべきことは、利用可能な交通手段です。最も便利な移動方法をリサーチする必要があります。いい考えだ。バスや電車などの公共交通機関のほか、ガイド付きツアーや自転車のレンタルも検討できます。また、以前に目的地に行ったことのある友人や知人に連絡することも役に立ちます。彼らにはおすすめがあるかもしれません。はい、インサイダーからのヒントを得ることは貴重です。旅行ガイドには載っていない隠れた名所や地元のレストランを提案してくれます。絶対に。また、オンラインの旅行フォーラムやアプリを使用して、他の旅行者からの口コミやおすすめを読むこともできます。それは素晴らしいアイディアだ。他の人の経験について聞くことで、何を期待すべきかをよりよく理解し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。また、予期せぬ発見や自発的な活動を考慮して、旅程にある程度柔軟に対応できるようにする必要があります。私も同感です。自発性の余地を残すことは、旅行中に最も記憶に残る体験につながることがよくあります。最後に、旅程を計画する際には、予算を念頭に置いておく必要があります。宿泊施設、食事、アクティビティに資金を配分することが重要です。絶対に、使いすぎたり、予期しない出費に油断したりしたくありません。予算編成は旅行計画に欠かせないものです。同意した。これらすべての要素を考慮することで、旅行を最大限に活用できるバランスの取れた旅程を作成できます。計画を始めて、忘れられない旅行体験ができることを楽しみにしています。さあ、始めましょう。間違いない。
必要な情報を集めて、目的地が提供する最高のものを組み合わせた旅程を作成しましょう。楽しみです。この旅は素晴らしいものになるだろレッスン6、エキサイティングな趣味。アンナさん、こんにちは。最近、さまざまな趣味を探求しています。とても面白かったです。あなたはどう？へえ、それは興味をそそられるね。もうしばらくいろんな趣味に取り組んできました。リラックスするには最高の方法です。それは素晴らしいです。気になるんだけど、この趣味はいつからやっているの？私はこれらの趣味のいくつかを数年間追求してきましたが、他の趣味は最近習得しました。それは印象的です。時間をかけてスキルを磨いてきたことは、やりがいのあることだと思います。絶対に。自分が楽しんでいる活動が進歩し、改善されているのを見るのはやりがいを感じます。長く続けられる趣味を見つけようとしています。何か提案は？可能性はたくさんあります。興味のあることや、ずっとやってみたいと思っていたことは何ですか？私はいつも写真と絵画に魅了されてきました。それらは良い選択肢だと思いますか？間違いない。写真と絵画はどちらも素晴らしい趣味であり、創造的な手段と自己表現の機会を与えてくれます。それを聞いて心強いです。試してみて、どれが一番私の心に響くのか見てみます。それは素晴らしいアプローチです。様々な趣味を探求することは、あなたの真の情熱を見つけるのに役立ちます。楽器を習うことにも興味があります。楽器を弾いてみたことはありますか？はい、持っています。数年前からピアノを弾いていて、充実した旅になりました。それは印象的です。ピアノを習い始めたきっかけは？若い頃にレッスンを受け、やがて演奏が大好きになりました。練習と献身が重要な役割を果たしました。それはインスピレーションを与えてくれます。自分が選んだ楽器の初心者向けクラスを探してみるよ。それはいい考えだ。教師から学んだり、グループクラスに参加したりすると、ガイダンスやサポートが得られます。趣味以外にも、身体活動やスポーツをしていますか？はい、そうです。アクティブな状態を保ち、健康的なライフスタイルを維持するために、定期的にランニングをしたり、ヨガをしたりすることを楽しんでいます。それは素晴らしいです。身体活動は、体と心の両方を良い状態に保つ素晴らしい方法です。絶対に。運動やスポーツは健康全般の改善に役立ち、とても楽しいこともあります。あなたの経験や提案を共有していただきありがとうございます。これらの趣味をさらに探求できることにワクワクしています。レッスン7、貴重品をセーフティボックスで保護する。アンナさん、こんにちは。貴重品にセーフティーボックスを使うことを考えたことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、あります。大切な持ち物の安全と保護を確保する素晴らしい方法です。絶対に。
セーフティーボックスは通常、銀行が提供するもので、安全な保管手段となります。彼らは確かに安全です。箱は通常、高度なセキュリティ対策が施された金庫に保管されます。その通りだ。保管庫には、不正侵入を防ぐための監視システムとアクセス制御が装備されています。私たちの貴重品が保護されていることを知って安心しています。安全は最優先事項です。間違いなく、セーフティーボックスは、パスポート、遺言、財産証書などの重要な書類を保管する場合に特に便利です。また、ジュエリー、家宝、珍しい収集品などの貴重品を保管するのにも最適です。絶対に、これらのアイテムをセーフティーボックスに入れておくと、紛失や破損のリスクを最小限に抑えることができます。セーフティーボックスの内容物には通常、保険がかけられていないことに注意することが重要です。銀行の方針については銀行に確認する必要があります。それは良い点です。保険オプションについて問い合わせるか、貴重品について別途保証を受けることを検討すべきです。さらに、セーフティーボックスに保管する商品の在庫を保管することが不可欠です。書類が重要です。絶対に、詳細な在庫があると、持ち物を追跡し、必要に応じて所有権の証明を提出するのに役立ちます。セーフティーボックスにアクセスする際には、通常、適切な身分証明書を提示する必要があります。これはセキュリティをさらに強化するものです。正しい。銀行では、許可された個人のみがボックスにアクセスできるようにするために身分証明書が必要です。また、ボックスのキーまたはアクセスカードを安全に保管し、身の回り品とは別にしておくことも重要です。絶対に、キーまたはアクセスカードは、箱の中の貴重品と同じレベルの注意とセキュリティを持って扱う必要があります。最後に、セーフティーボックスに関する銀行の利用規約を確認することをお勧めします。情報を得ることは重要です。その通りだ。セーフティーボックスを借りる前に、料金、営業時間、その他の関連ポリシーを理解しておく必要があります。ありがとうございます。セーフティーボックスを使用する利点と考慮事項についてご意見をいただき、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。貴重品の安全と保護を優先することは常に重要です。安全で安心してください。レッスン8、楽しみと運動。アンナさん、こんにちは。コミュニティのみんなのために楽しいイベントを開催しようと思っていました。どう思いますか？こんにちは、ジョン。それは素晴らしいアイディアだ。人々が楽しく運動できるスペースを持つことは重要です。きっと好評になると思います。コミュニティスポーツデーを開催しようと思っていました。年齢を問わず、さまざまなゲームやアクティビティを開催できます。それは素晴らしいですね。みんなが集まり、交流し、活動的であり続けることを奨励します。まさに、リレーレース、綱引き、さらには3本足レースのような親善試合もできます。それらは素晴らしいアイデアです。それは競争心を引き出し、活気のある雰囲気を作り出すでしょう。また、
別の種類のエクササイズを好む人のために、ヨガやダンスのクラスなど、競争的でないアクティビティも含めることを検討しています。それは資料深い追加です。様々な興味やフィットネスレベルに対応することが重要です。フルーツ串やインフューズドウォーターなど、ヘルシーな軽食も用意しようと思っていました。それは素晴らしいアイディアだ。健康的な食習慣を促進し、みんなに爽やかなごちそうを提供してくれるでしょう。組織を手伝ってくれるボランティアが必要です。支援に興味がありますか？絶対に。喜んで手を貸して、イベントを成功させるお手伝いをします。それは素晴らしいです。あなたの専門知識と熱意はかけがえのないものになるでしょう。ありがとうございます。このような楽しく有意義なイベントに貢献できることを嬉しく思います。計画を始めて、情報を広めましょう。私たちのコミュニティはきっとその努力を評価してくれるでしょう。間違いなく。チラシを作ったり、ソーシャルメディアを使って興味を持ってもらったり、参加者を集めたりすることができます。素晴らしいアイデアです。近日開催されるコミュニティスポーツデーについて、皆さんに知ってもらいます。楽しみです。私たちのコミュニティが一堂に会する素晴らしい機会になるでしょう。ご支援ありがとうございます。一緒に思い出に残る楽しいイベントを作り上げましょう。レッスン9、寝室の装飾。アンナさん、こんにちは。寝室をリフォームしていて、寝室の装飾にぴったり合うアートワークを見つけました。こんにちは、ジョン。それはすごい。適切なアートワークを見つけることで、部屋をつなぎ合わせることができます。どんなアートワークを見つけましたか？鮮やかな色と穏やかな雰囲気の美しい風景画です。私の空間に自然を感じさせてくれます。素敵ですね。アートワークは寝室に落ち着きのある居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。間違いなく、自分のスタイルを反映し、静けさを感じさせる作品を探していました。自分の心に響き、自分の空間で安心できるものに囲まれることが重要です。絶対に、私たちの環境は私たちの気分や幸福に大きく影響すると思います。全くその通りだ。よく装飾された寝室は、安らかで穏やかな雰囲気を醸し出すことができます。アートワークの他に、装飾用の枕や心地よいスローブランケットをベッドに追加することも検討しています。それは素晴らしいアイディアだ。枕と毛布は、寝室に快適さと視覚的な面白さの両方をもたらします。全体的なテーマを引き立たせるものを探すために、様々なデザインやテクスチャをブラウズしてきました。様々なパターン、色、質感を試してみると、寝室の装飾に深みと個性をもたらすことができます。これ以上は同意できませんでした。適切なバランスを見つけ、自分の個性を反映した空間を作ることがすべてです。絶対に。寝室は長い一日の後にリラックスしてくつろげる場所でなければなりません。それがまさに私が目指していることです。元気を取り戻し、インスピレーションを感じることができる静かなサンクチュアリー。
細部へのこだわりと思いやりのあるアプローチで、あなたの寝室はきっと美しく仕上げがるでしょう。ありがとうございます。励ましてくれてありがとう。最終結果を見てワクワクしています。レッスン10、お得なフライトを探す。アンナさん、こんにちは。お得なフライト情報を見つけたことがありますか？何かヒントは？こんにちは、ジョン。はい、以前に素晴らしいお買い得品をいくつか見つけました。一つのヒントは、航空会社が提供するフラッシュセールやプロモーションに目を光らせておくことです。これにより、多それはくのお聞いて金をよかった。節約できます。近々旅行の予定があるんだ。あなたはもともとどこの出身ですか？私はカリフォルニア出身です。ああ、私はもともとニューヨーク出身です。探索することがたくさんある賑やかな街です。カリフォルニアはどう？この街のどこが一番好きですか？カリフォルニアは美しいビーチと晴天で知られています。ハイキングやサーフィンなどのアウトドアアクティビティが大好きです。リラックスして自然を楽しむには絶好の場所です。それは素晴らしいですね。ずっとカリフォルニアに行きたかったんだ。近いうちにそこへの旅行を計画するかもしれない。絶対に行くべき場所について何かアドバイスはありますか？絶対に。ビッグサーの美しい海岸線をぜひ訪れ、ゴールデンゲートブリッジのあるサンフランシスコの象徴的な街を探索してください。そしてもちろん、ロサンゼルスの魅力とヨセミテ国立公園の息を飲むような美しさも見逃せません。うわ、それらはすべて訪れるのに素晴らしい場所のようですね。必ず私の旅行リストに追加しておきます。ところで、お手頃価格の宿泊施設を見つけるコツはありますか？承知しました。一つのヒントは、ホステルやゲストハウスのような予算に優しい宿泊施設に滞在することを検討することです。もう一つの選択肢は、ホテルやバケーションレンタルをお得な価格で提供するオンラインプラットフォームを利用することです。日程を柔軟に設定しておくと、よりお得な料金を見つけるのにもそれ役は素晴立ちます。らしいアドバイスです。日程を柔軟に設定することで、手頃な価格の宿泊施設を見つける上で大きな違いが生まれます。旅行の計画を立てるときは、そのことを念頭に置いてお間違いなく、きます。お得なフライトを見つけるときも、柔軟性が重要です。場合によっては、旅行日を1日か2日で調整すると、大幅に費用を節約できることがあります。私も同感です。様々な旅行日を受け入れることが重要です。選択肢が増え、お得なプランを見つけるチャンスも増えます。絶対に。そのため、フライトを検索するときは、必ず様々な旅行検索エンジンを使用して価格を比較してください。また、プロモーションや割引に関する最新情報を受け取るには、航空会社のニュースレターに登録することを忘れないでください。それは賢い戦略です。必ず複数の検索エンジンを利用して、ニュースレターに登録します。隠された宝石を見つけるチャンスを最大化することがすべてです。まさに、積極的に行動し、お得なフライト情報に目を光らせておくことで、かなりの金額を節約できます。楽しい旅を、素晴らしいお得な情報が見つかりますように。ありがとう、ヒントに感謝します。旅行の計画を始めることにワクワクしています。うまくいけば、お得なフライト情報も手に入れることができます。素晴らしい一日を。どういたしまして。そのお買い得品が見つかるといいね。旅行の計画を楽しんで、素晴らしい一日を過ごしてください。レッスン11、効果的なプレゼンテーション。
アンナさん、こんにちは。プレゼンテーションをサポートする方法についてアドバイスが必要です。こんにちは、ジョン。もちろん、手伝うよ。プレゼンテーションのどの部分でサポートが必要ですか？ビジュアルを取り入れることを考えていました。それはいいアイディアだと思う？絶対に。ビジュアルは視聴者を引きつけ、理解を深めるのに役立ちます。私もそう思っていました。どんなビジュアルがおすすめですか？内容によっては、チャートやグラフを使用してデータを表示できます。良い点です。データを視覚化すると理解しやすくなります。コンセプトを伝えるために画像やイラストを使用することも検討できます。私はそのアイデアが好きです。画像を使うとプレゼンテーションがより視覚的に魅力的になる。別のオプションは、ダイナミックな効果を出すためにビデオやアニメーションを含めることです。それは面白そうですね。ビデオはプレゼンテーションを生き生きとさせることができる。ビジュアルが関連性があり、重要なポイントをサポートしていることを確認してください。それを心に留めておくよ。まとまりのあるメッセージを伝えることが重要です。絶対に。ビジュアルは全体的なストーリーを引き立てるはずです。プレゼンテーションスライドのレイアウトとデザインはどうですか？コンテンツに集中できるように、デザインをすっきりと整理してください。それは理にかなっています。通常、シンプルでプロフェッショナルなデザインの方が効果的です。読みやすくするために、読みやすいフォントと適切な色を使用してください。テキストが明確で読みやすいようにします。ヒントをありがとうございます。どういたしまして。プレゼンテーション全体を通してデザインの一貫性も重要です。一貫したデザインテーマを維持するようにします。これにより、まとまりのある外観になります。さらに、自信を持って準備ができるように、プレゼンテーションの練習をしてください。それは素晴らしい提案です。練習はデリバリーに大きな違いをもたらす。プレゼンテーション中に予定通りに進めるために、キューカードやメモを使用することを検討してください。メモを手元に置いておくと、情報の流れがスムーズになります。そして、アイコンタクトとボディランゲージを通して聴衆を引きつけることを忘れないでください。良い点です。プレゼンテーションを成功させるには、聴衆とのつながりが不可欠です。最後に質問や議論の余地を残すことを忘れないでください。交流を促すことで、プレゼンテーションをより魅力的にすることができます。これらの戦略が整っていれば、あなたのプレゼンテーションは素晴らしいものになると確信しています。ありがとうございます。あなたのアドバイスはかけがえのないものです。ご支援に感謝します。レッスン12、栄養価の高い食材。アンナさん、こんにちは。私たちの料理の材料について疑問に思ったことはありますか？こんにちは、ジョン。絶対に。私たちが何を消費しているのかを知ることは重要です。最近、本物の鶏肉と書かれた食品ラベルを読みました。それはどういう意味ですか？
本物の鶏肉とは、製品に実際の鶏肉が含まれていることを示します。ああ、なるほど。つまり、単なる香料や人工成分ではありません。その通りだ。つまり、使われている鶏肉は本物で代替品ではないということです。それは心強いですね。私たちが本物の肉を食べていることを知っているのは良いことです。間違いなく、栄養を良くするためには本物の食材を優先することが大切です。栄養について言えば、必須ビタミンと記載されている製品があることに気づきました。それはどういう意味ですか？必須ビタミンとは、私たちの体が適切に機能するために必要な栄養素のことです。では、これらのビタミンは私たちの全体的な健康と幸福に必要ですか？はい、必須ビタミンは様々な身体機能をサポートする上で重要な役割を果たします。それは魅力的だ。必須ビタミンの例を挙げていただけますか？ビタミン C は免疫システムをサポートする必須ビタミンです。ああ、ビタミン C とその免疫力を高める特性について聞いたことがあります。絶対に。私たちの食事には様々な必須ビタミンを摂取することが重要です。他に知っておくべき必須ビタミンはありますか？ビタミン D は骨の健康に役立つもう一つの必須ビタミンです。ああ、骨を丈夫にするビタミン D の重要性について聞いたことがあります。はい、日光や食物源から十分なビタミン D を摂取することが重要です。必須ビタミンが豊富な食品を必ず食事に取り入れます。それは素晴らしいアイディアだ。最適な栄養を得るには、バランスの取れた食事をとることが重要です。私も同感です。自分の体に入れるものに気を配ることが大切です。レッスン13、就職面接。アンナさん、こんにちは。インタビューはもう受けましたか？こんにちは、ジョン。はい、最近、あるテック企業の面接を受けました。それは重要です。面接はどうだった？準備はできていると感じましたか？全体的にはうまくいきました。会社についてリサーチし、面接でよく聞かれる質問を練習して準備しました。それは嬉しいですね。面接を成功させるには準備が鍵です。絶対に。自分のスキルと資格をアピールすることは重要です。面接中に何か難しい質問をされましたか？はい、仕事で困難な状況を乗り越えなければならなかった時期について聞かれました。それは難しい質問かもしれません。どうやって対処したの？具体的な例を紹介し、チームと協力して問題を解決した方法を説明しました。それは素晴らしい反応です。チームワークと問題解決能力を発揮することは貴重です。ありがとうございます。面接では明確で簡潔な回答をすることが重要です。それは本当です。効果的にコミュニケーションできることは極めて重要です。また、私の長期的なキャリア目標についても聞かれました。
その質問にはどのようにアプローチしましたか？なんて言ったの？社内で成長し、将来もっと責任を担いたいという思いを伝えました。それは野心とコミットメントを示す良い方法です。目標を会社の価値観やビジョンと一致させることが重要だと思います。絶対に、雇用主は会社の使命に熱心な候補者を高く評価します。また、私の長所と短所についても聞かれました。その質問にどう対処しましたか？弱点については触れましたか？私は自分の強みを強調することに重点を置き、改善に取り組んできた弱点について述べました。それは賢いアプローチです。それは自己認識と成長への意欲を示しています。ありがとうございます。面接では誠実で正直であることが重要です。どういたしまして。いくつかの洞察を提供できて嬉しいです。彼らは次のステップについて言及しましたか？はい、彼らは来週中に私に連絡して決定を下すと言っていました。それはワクワクする。ポジティブなニュースがすぐに届くといいですね。ありがとうございます。いつも指を組んでるよ。結果について最新情報をお伝えします。幸運を祈ります。私はあなたの能力を信じています。投稿し続けて。レッスン14、バケーション宿泊施設。アンナさん、こんにちは。休暇中にどこに泊まるか考えたことはありますか？こんにちは、ジョン。はい、居心地の良いベッド&ブレックファースト、ビーチフロントのホテル、さらにはバケーションレンタルもあります。それは素晴らしいです。ベッド&ブレックファーストに泊まるメリットは？ベッド&ブレックファーストは、よりパーソナルな体験を提供するもので、多くの場合、家庭で調理した朝食が含まれます。素敵ですね。旅行中、居心地の良い雰囲気があるのはいいことです。絶対に。ベッド&ブレックファーストには独特の魅力と個性があることがよくあります。ビーチフロントのホテルはどうですか？人気の理由は何でしょうか？ビーチフロントのホテルからは、ビーチに簡単にアクセスでき、美しい海の景色を眺めることができます。それは大きなプラスです。遠くまで行かなくてもビーチでリラックスできるのは便利です。間違いなく。多くのビーチフロントホテルには、プールやビーチサイドレストランなどの設備もあります。私のようなビーチ愛好家にはぴったりのオプションのように思えます。バケーションレンタルも検討する価値のある選択肢です。バケーションレンタルはホテルやベッド&ブレックファーストとどう違うのですか？バケーションレンタルは通常、短期間借りることができる私有の物件です。ああ、休暇中に家から離れた家にいるようなものです。まさに、バケーションレンタルは自炊用のスペースとキッチンが広い場合が多いです。それは便利です。お好みで自由に食事を作ることができます。はい、特に家族や大人数のグループにとっては、費用対効果の高いオプションです。
それがいかに有益であるかがわかります。柔軟性が高まります。絶対に。宿泊施設を選ぶ際には、自分の好みやニーズを考慮することが重要です。他に知っておくべき宿泊施設はありますか？キャンプを楽しむ人のためのブティックホテルや高級リゾート、キャンプ場もあります。選択肢はたくさんあります。リサーチをして最適なものを見つけることが重要です。間違いなく。レビューを読み、場所やアメニティを確認することが不可欠です。ありがとうございます。バケーション宿泊施設に関するあなたの洞察はとても役に立ちます。レッスン15、有意義な会話をする。アンナさん、こんにちは。これ以上同意できません。これらの問題について一緒に話し合うのは素晴らしいことです。こんにちは、ジョン。有意義な会話は視野を広げることができると思います。絶対に。それは私たちが新しい洞察を得て、お互いから学ぶのに役立ちます。オープンマインドな議論を行い、様々な視点を検討することが重要です。私も同感です。批判的思考を促し、より深い理解を促します。重要なトピックについて話し合うことで、自分の信念に挑戦することもできます。それは本当です。それは私たちが個人として成長し進化するのに役立ちます。こうした会話の場として、安全で互いを尊重する場を設けることが重要です。間違いなく、誰もが自分の意見を気軽に表現できるはずです。これらの議論では、積極的に耳を傾けることが重要です。敬意と共感の表れです。絶対に、邪魔したり判断したりせずに他の人の話を聞くことが重要です。思慮深い質問をすることで、会話を豊かにすることもできます。それは素晴らしい点です。質問はトピックをより深く掘り下げ、様々な角度から探求するのに役立ちます。個人的な経験や逸話を共有することで、会話をより親しみやすいものにすることができます。はい、個人的なストーリーは深みを増し、参加者同士のつながりを生み出します。自分の考えを表現するには、明確で簡潔な言葉を使うことが重要です。私も同感です。効果的なコミュニケーションは、私たちの考えが確実に理解されるようにします。お互いのアイデアに基づいて構築することで、より協調的な議論が可能になります。それは本当です。これにより、私たちは一つのトピックを共同で探求し、新しい洞察を生み出すことができます。敬意を表して反対しても問題ありません。意見が異なると、興味深い議論が巻き起こることがあります。絶対に、視点が異なっていても、お互いから学ぶことができます。会話の最後に要点をまとめると、重要なポイントが明確になります。それは素晴らしい習慣です。これにより、明確な理解を持って会話を終えることができます。後で会話を振り返ることで、さらに学びを深めることができます。これ以上は同意できませんでした。内省は、私たちが話し合ったことを内面化し、
応用するのに役立ちます。レッスン16、食料品の買い物計画。こんにちはアンナ。今日は食料品の買い物に行く必要があります。何を買う必要があるの？こんにちは、ジョン。今週の新鮮な果物と野菜を買わなくちゃ。あなたはどう？買い物リストには何があるの？卵、パン、牛乳を買わなくちゃ。その必需品が不足している。他に何か必要なものは？はい、パントリーにご飯、パスタ、缶詰の豆も補充する必要があります。それらは手元に置いておくと便利な多用途の材料です。リストに他に何かある？基本の他に、サラダ用にチキン、トマト、レタスを購入する予定です。今週はもっと健康的な食事を選びたいです。あなたはどうですか？具体的な食事プランはありますか？それは素晴らしいですね。今週は野菜炒めとレンズ豆のスープを作る予定です。だから、人参、ピーマン、玉ねぎ、レンズ豆などの材料が必要です。何かレシピを考えていますか？あなたの食事プランは美味しそうですね。マリナーラソースとグリルチキンのスパゲッティを作ろうと思っています。シンプルだけど満足できる一品です。他にリストに追加したいアイテムはありますか？ありがとうございます。あなたの食事のアイデアも美味しそうですね。買い物リストの準備は万端だと思う。他に何か買わなきゃいけないものある？私もすべてカバーしていると思います。店に行く前に必ずダブルチェックしておきます。整理整頓はいつでもいいものだ。特定の食料品店で買い物をするのが好きですか？私は大抵家の近くのスーパーに行きます。便利で品揃えも豊富です。あなたはどう？お気に入りの食料品店はありますか？私は大抵近くの市場に行きます。新鮮な農産物を豊富に取り揃えています。地元のビジネスなので、サポートしたいと思っています。よし、買い物袋の準備を始めよう。行く準備はできましたか？絶対に。再利用可能なバッグも用意しておきます。食料品を買いに出かけよう。生産的なショッピング旅行を。ありがとうございます。旅行を成功させましょう。ショッピングを楽しんで、また会いましょレッスン17、期限と旅行。アンナさん、こんにちは。聞いてよかったです。あなたはどこの出身ですか？こんにちはジョン。私はカリフォルニア出身です。そして、あなたは？ああ、それは面白い。私はニューヨーク出身です。じゃあ、カリフォルニアか？そこはどんな感じ？カリフォルニアはすごい。美しいビーチ、美しい山々、そして完璧な気候があります。やることや探索することが常にあります。うわあ、それは夢の目的地のようですね。ずっとカリフォルニアに行きたいと思っていました。どの都市に住んだことがありますか？サンフランシスコとロサンゼルスに住んだことがあります。どちらの都市にも独自の魅力と魅力があります。サンフランシスコはゴールデンゲートブリッジで知られ、ロサンゼルスは活気に満ちたエンターテイメントシーンで知られています。それは素晴らしい。サンフランシスコの象徴的な橋についてたくさん聞いたことがあります。そして、ハリウッドやセレブが集まるロサンゼルスは、きっとワクワクするに違いありません。カリフォルニアから引っ越したきっかけは？
さて、私は仕事のために引っ越しました。また、別のライフスタイルを体験するために引っ越しました。新しい機会を探り、異なる文化に浸りたかったのです。それは勇敢な決断です。自分のコンフォートゾーンを離れ、新しい領域に足を踏み入れるには勇気が必要です。これまでの経験はいかがでしたか？かなりの冒険でした。新しい人に出会い、新しい食べ物を試し、様々な文化について多くを学びました。それは私にとって貴重な学習経験でした。それを聞くのは素晴らしい。旅をしたり、違う場所に住んだりすることで、視野が広がり、多くのことを学ぶことができます。他の国へ旅行したことはありますか？はい、持っています。幸運にもヨーロッパやアジアのいくつかの国を訪れることができました。それぞれの国には独自の美しさと文化遺産があります。それは印象的です。様々な国を旅したことで、様々な伝統や習慣に触れたに違いありません。お気に入りの目的地はありましたか？一つだけ選ぶのは難しいです。でも、イタリアはすっかり好きになりました。豊かな歴史、芸術、そして美味しい料理は忘れられない経験になりました。イタリアは間違いなく私の旅行バケットリストに載っています。そこの芸術と料理は世界的に有名です。いつか必ず訪ねるつもりです。他におすすめの場所はありますか？ギリシャはもう一つの必見の目的地です。古代遺跡、美しい島々、地元の人々の温かいおもてなしが、この国を本当に不思議な場所にしています。ギリシャは素晴らしく聞こえます。私はいつも古代文明に魅了されてきた。今後の旅行では絶対に検討してみようと思います。推薦していただきありがとうございます。レッスン18、ナイトマーケットを探索する。アンナさん、こんにちは。この町で美味しい屋台の食べ物を発見しましたか？ナイトマーケットは人気スポットだと聞きました。こんにちは、ジョン。はい、ここのナイトマーケットは素晴らしいです。バラエティに富んだ美味しい屋台の食べ物を見つけることができます。それは素晴らしいですね。私が行くべき特定のナイトマーケットを教えていただけますか？絶対に。リバーサイドナイトマーケットは人気です。活気に満ちた雰囲気と食欲をそそる屋台で知られています。それは始めるのに最適な場所のように思えます。そこにはどんな食べ物があると思いますか？地元料理と各国料理が混在しています。餃子や串焼きなどの伝統的なスナックから異文化のエキゾチックな料理まで。それはワクワクする。私はいつも新しい味を試してみたいと思っている。絶対食べておきたい料理はありますか？地元の名物、こごめ包みをぜひお試しください。スープ団子の一種で、風味豊かなスープと肉がたっぷり入っています。大衆のお気に入りです。こごめ包みは美味しそう。必ず食べてみるよ。他に見逃してはいけないことはある？臭豆腐もお忘れなく。匂いが強いかもしれませんが、味は独特で驚くほど美味しいです。臭豆腐だろ？興味をそそられるよ。やってみるよ。ベジタリアンやビーガンのオプションはありますか？絶対に。
多くの屋台ではベジタリアン料理やビーガン料理を提供しています。野菜春巻き、豆腐料理、新鮮なフルーツスムージーなど、美味しいメニューを見つけることができます。それは素晴らしいです。誰にでも選択肢があることを知っているのは良いことです。ナイトマーケットの席は選べますか？通常、ナイトマーケットには、座って食事を楽しめるオープンシーティングエリアがあります。屋台によっては、近くに小さなテーブルや椅子がある場合もあります。それは便利です。ナイトマーケットの賑やかな雰囲気に浸りながら料理を味わうのが楽しみです。忘れられない体験です。美味しい料理、ライブミュージック、活気に満ちたエネルギーが組み合わさって、思い出に残る夜を過ごせます。リバーサイド、ナイト、マーケットを散策して、屋台の食べ物を堪能するのが待ちきれません。おすすめをありがとどういたしまして。フードアドベンチャーを楽しみ、ナイトマーケットを探索して素晴らしい時間を過ごしてください。う。私がします。きっと素晴らしい料理の旅になると思います。どうなるか教えてあげよう。